こんにちは、ときまるです。今日は作業環境を紹介していきたいと思います。その前に皆さんにご報告しなければならないことがあります。買い物チャレンジ失敗です。1月は成功したんですけど、2月ね、ついに新しく物を買ってしまいました。それをここで皆さんにシェアしたいと思ってます。頑張ってたんですけどね、本当に。でもこれはしょうがない。本当にしょうがないです。で、結論言いますと、このね、まず MacBook のスタンドです。はい。スタンドを買いました。で、かつ、キーボード、外付けの Bluetooth キーボード、そしてマウスです。Apple の。で、もう一つ、アダプター、USB-C のアダプターです。で、過去に私の作業環境を上げてるんですよね。1年ぐらい前に。僕もちょっと何喋ったか忘れちゃったんですけど。なのでそれもちょっと見ていただいて、そこからどう変わっているかってことで、単純にこのね、3点セットを追加してるわけです。で、実はこれ私買うのもうね、3回目ぐらいになります。このキーボードとマウス、この Apple 純正の。何度これを買ってきたことか。何度買ってこれを何度手放してきたことか。ずっと同じことを繰り返してるんですよ。で、移動のたびに手放して、で、バックパック一つに収めるためにこれを手放したりとか。で、また今回結局買ってるわけですけど、今回買った理由っていうのは、自分の体のためです。はい、もうこれにつきます。で、1月ぐらいからですね、結構いろいろ本書いたりとか、かなり作業環境というか作業負荷が高まってたんですよね。で、手に違和感があって、いわゆる腱鞘炎の前触れみたいなもの。去年の今頃もちょうど同じ病気にかかったんですよ。病気っていうか、ものにかかって、整形外科を訪れてるんですけど、そこで2週間ぐらいかかりましたね、治るのに。で、バネ指みたいな、いわゆる今のその PC 作業が多い人に起きやすいらしいんですけど、本当にその使いすぎで、ここが腱鞘炎みたいになって、こう動かなくなるというか、ピクピクしだしたりとか、そういう感じの予兆がね、1月のもう終わりぐらいに来てたんですよね。で、人間ってやっぱり学ぶもので、去年本当にそれで2週間ぐらいダメージ受けて、何もこう作業とか仕事できないような状態になってたんで、これもいかんなと思って。で、もう原因はやっぱり、いかにこの体、PC 作業している時の身体の負荷を下げるかってこと。で、だいぶ昔の動画にも、私がね、小屋暮らしの、この家のもう一つ前ぐらいの小屋暮らしよりちょっと前の時に動画上げてて、その時はね、ストレートネックだったんですよ。で、こう寝違えた感じからこう首がちょっと動かなくなって、今もちょっとストレートネック気味あるんですけど、で、それで、これじゃダメだと思って、で、このスタンドを買ったんですよね、その時も。で、なんとなくやっぱそれ使ってたら調子良くて、でね、そっからヨガが入ってきて、ヨガを本格的にやり始めたんで、これもうヨガやってればもう全然無敵だろうって思ってたんですよね、結構。で、そういう自覚は今もあるにはあるんですけど、でもやっぱりその手に痛みが来たっていうことは、やっぱりノートブックでこうやってね、
前傾で作業してる時間が多分長かったんですよね。そう。だからそういうことで体のために購入しました。やっぱりもうそこは大事だなと思って。で、導入したらやっぱりもう圧倒的に調子いいですね。むちゃくちゃ調子いい。で、こういう時いつも思うんだけど、もっと早く導入しておけばよかったって。だから今回、これ本当にもう3回目ぐらい買ってるんですけど、多分もう私のエッセンシャルズっていうか、この PC と iPhone っていうそれだけで今やってるんで、iPad とか私使わないんですよね。いろんなその作業環境を模索しながら、やっぱり今のところ一番コストが抑えられて、かつパフォーマンスを上げられる。私が制作しているコンテンツとか、コンテンツクリエーションとか、あと写真環境、写真作業みたいなものにおいても、この組み合わせが一番安くて早いなみたいな。牛丼みたいな感じですけど。っていう結論が出てるんで、だから今そういう風に、この組み合わせでやってる中で、どうしてもこれが必要になってくるなって思ってます。だからヨガやってて大丈夫だなって思ったけど、でもよく考えてみたら、ヨガをやってる時間っていうのは1日の中で1時間半。で、夜にちょっとストレッチとかそういうの瞑想を含めて2時間とか。でもそれ以外は、もうほとんど PC 作業してますからね。もう四六時中。で、外に散歩行ったりとか、なんか外で遊んでるときは、使わないけど、やっぱり長時間の文章執筆みたいなものが結構ね、自分にとっては、やっぱり負荷がかかるっていうかな。だいぶ今音声入力とかも進化してるんで、音声入力でやる部分はあるんですけど、半分ぐらい。でもそれにしてもやっぱり文章構成とかそういうものはやらなきゃいけないんで、結局ね、見なきゃいけないんですよね。でもそれを、たまにスマホでやったりとか、なんかそういういろんな工夫をしてます。スマホだったらこうやってね、なるべく高い位置に上げて、負荷を軽減できたりするんで。で、とにかく、そういうわけで、同じ環境、ね、PC 使ってる方は、このスタンドと、このキーボードおすすめです。で、移動するときとか旅に出るときはもうこれをそのまま持ってけばいいんで、バックパックに入れて。で、家でのホーム作業環境はこのようにしておくっていう。で、いつも何もない部屋で喋ってると思うんですけど、私その時はこの机をですね、収納したりしています。で、作業の時だけ引っ張り出すようにしてます。で、その行為が結構面倒なんですけど、そうすることによって PC を使う時間をなるべく少なくするっていうこと。そういうめんどくさいことをやってます。エクストリームに。でもね、だからずっとこのテーブルが出しっぱなしだと、やっぱりずっと座って、ずっとこんな感じになっちゃうんですよね。だからそういう意味でも、折りたたみの机を使ってるのもそうだし、この安っぽいパイプ椅子、使ってるのもそうで、これね、硬いからお尻痛くなるんですよ。だから長時間作業できないようにあえてしてます。マクドナルド方式って感じ。マクドナルドも、そういうふうにね、スターバックスみたいにその人が長くいない、回転率を上げて単価安いので、で、商品を売らないと売り上げが上がらないっていう風なシステムになってるんで、回転率を上げる系のお店なんですよね。だからそういうお店っていうのは、椅子の座り心地が微妙に良くなかったりします。で、逆にスターバックスとか、ああいうところはブランディング、あるいは人がいることによって繁盛させるように見せかけて、テイクアウトで出していく。で、結構単価も高いので、あえて心地いいソファーをドーンと、置いてね。で、そこに人が集まるようにして、で、繁盛してるように見せかけて、物を売っていくっていう風な、そういう戦略の方向性があるんですけど、だから自分はこの何もない部屋で、勝手に一人マクドナルド方式をしているってことです。座り心地の悪くないけどね。全然悪くない。撤回します。悪くない。ものすごくクオリティ高くて僕気に入ってます。でも、そんなむちゃくちゃね、ゲーミングチェアみたいに長くは座れないってこと。だからどうしても立つ必要がある。で、そのやっぱり1時間とか30分に1回立つとか、そういうことが地味に効いてくるんですよね。そうやっていると全然1日終わっても疲れなかったりする。そして作業もものすごく進むっていうことが起きると思ってます。
うん。まあそういうわけで今の環境としてはね、こんな感じになって、アイテムを4つ買ってしまいましたと。で、まあちょっと詳しく、1個ずつちょっとご紹介しますね、一応。まずこのスタンド。これね、全く同じものっていうか、全く同じブランドの買ってます。12 South Curve っていう。12 South Curve っていうスタンド。メーカーのもので。で、僕前回買ったのは、このね、調整ができなかったんですよ。これはその、フレキシブルタイプで、これがですね、こう調整できると。だから自分好みの高さに調整できるっていう感じ。で、前回買った時はこの調整できるタイプがなかったんですよね。だから、結局ね、なんか良かった。これはアップデートして。で、前回のよりも高さが上がるので、やっぱり、こう目線のところにこう持ってこれるっていうのかな。そういうのがスッといけますね。で、割と人によって、ね、高さって違うと思うんで、だからそういう面でもこれはすごくいいなと思いますね。で、結構ミニマルでデザインも美しいでしょ。うん。で、かなりコンパクトになるんですよ。で、収納のあれもついてて、だから持ち運びにもいいなと思って、ほら、こんななる。こんな感じ。で、専用の収納バッグもついてて、このね、こうやって MacBook と一緒にこの薄さで持ち運べるんですよ。だからバックパックだけで移動する自分にはもうこれぴったりだなと思って。これなんならなんかこう旅行っていうかこう旅にも持っていけるかもしれないと思ってます。重さいくつだったかな ?1 キロなかったと思いますね。800とか、うん、結構頑丈に作られてるんで、アルミ素材なんですけど、でもね、このコンパクトさはね、だから前回の畳めなかったからどうしてもこうグッと出てたんだよね。だからその部分が、まあその時はスーツケースを持ってたからスーツケースに無理やり入れて、中になんかいろいろ詰めるみたいなことやってたんですけど、こうなってくると、MacBook と一緒に持ち運びできるんで、で、この上、まず下上げて、で、この下を押さえて、この上上げるみたいな感じ。で、この上げ方によって高さを調整するっていう風なものになってます。いや、結果的にこれ良かったって、本当に思いました、買って。で、アジャストメントのやっぱり基本としては、まず、姿勢よく座って、ディスプレイは、こう目を平行にした高さよりも若干下目っていうのがいいって言われてる。あまりこう、上すぎるとね、今度こういう感じになっちゃうんで、顎上がっちゃうんで、目線よりも若干下目がその一番人間工学的にいいって言われてますね。で、手の位置はもうここまで下げる。だからこう、これが上がっちゃいけないんですよね、上がっちゃう。うん。これでだからディスプレイ上げて、このキーボードで手は下げるっていうポジション。これが一番作業しても疲れない。人間の体に負荷がかからないような状態になります。で、よくね、このキーボードなしで、ラップトップをこれだけに使って、高さ上げてね、やってる人いるでしょ。で、それって手も上がっちゃうんですよね、こうやって。だから結局、ここに来ちゃう。うん。ここに来ちゃうんですよ。目線は上げて手は下げるって、もうこれなんか歌にしたいぐらいの、目線は上げて手は下げるみたいな感じですね。もうこれはもう絶対必須ですね、自分の中で。うん、そんな感じ。だから本当は、これ一台にした時の思いっていうのは、これ一台にすることによって、その自分にやっぱり体がきつくなって負荷がかかるんで作業時間減るかなって思ったんですよ。だからそういうちょっとバカな期待をしてたんですよね。これでね、いろんなとこ持ってってこれでやったりして、で、もちろんスタンディングでやったりして、洗濯機の上とかでやってて、
そうなったら負荷が減るかなって思ったら、でもね、結局、動画の編集とかもそうだし、ライティングもそうだし、何か書き始めるとやっぱり書き終わらせなきゃいけないんですよね。それは。自分が作り手としてっていうか、それ分かってたことなんですけど、だからどうしても作業しちゃうっていうか、だからなんていうか、作業しないことを期待しちゃいけないなって思った。むしろ自分の作業環境とか作業量に合わせて道具を選ぶって方が、この4つ増えたけどミニマルだなっていうふうに思いましたね。で、あとはこれですね。これは普通にキーボード、Bluetooth キーボード、USB-C です。はい。で僕は基本的に英字しか使わないんですけど、何回買ってるんだってもう3回目ぐらい。本当に。むちゃくちゃ買ってるこれ。でも買うたびに進化してて、でもこれ前回買ったの1年ぐらい前に買って手放してるから、その時とモデルチェンジはしてないけど、やっぱり薄くなって、で、そして電池の持ちが良くなりましたね、これね。USB-C で充電できるんですけど、1回充電したらもう本当に2、3週間使える。てかこれ今、届いてからもうちょっと経つんですけど、1回もまだ充電したことないです。それでも 70% くらい残ってるぐらいで全然持つ。だからこれもね、一緒に持ち運べるくらいだなと思いますね。で、アルミで軽いし、なんか昔のこのアップルのキーボードってここにね、単酸電池を入れるところがあったんですよ。で、僕その頃から使ってるんですけど、iMac の時代に、下がボコって膨れてたんですよね。で、ちょっとこれがこう高かったんですよね。でも全然問題なく使えてます。で、それから、マウスですね。これもなんてことのない、アップル純正のマジックマウスです。ね、なんかもうこれも本当に馴染みあるというか、もう安心感あるっていうか、安定感あるのかな、結構。こんな感じで。これもUSB-C で充電できるようになっています。何の不満もないし問題もない。で、これタッチセンサーがついてるんで、ここで画面スワイプしたりとか、こうスクロールしたりとかっていうのもできます。いや、意外と優秀です。僕なんか、いろんなね、そのサードパーティー製のいろんないいもの出てると思うんですけど、価格が安かったりとか高かったりとか、なんか手の形に、アルゴノミクス的にフィットするみたいなものとか。でもね、そういうのを選ぶのがめんどくさいっていうのがあるんですよね。だからそこを省略してるのがあって、だから全部 Apple Store で一括注文です。で、1日で届きます。だからそういうその買い物の簡略化みたいなものを同時にしてます。で、もう一つ、これいらないかなと思ったんですけど、これはですね、ちょっと純正っぽいですけど、メーカーはベルキンです。ベルキンの USB-C アダプター。で、なんでこれが必要かというと、僕の MacBook はこれ21かな。一応 M1 なんですけど、M1 になってから割とすぐのモデルです。だから2020か21。もうね、3年、22だったかな ?21 だよね。4年ぐらい経つんですけど、そろそろ。で、この時がね、結構解約というか、これ持ってる方いると思うんですけどね、これ見てください。これしかないんですよ。だから USB-C のジャックが2つしかない。で、1つは電源になると1つしかないんですよね、残りが。で、逆側どうなってるかというと、この音声のね、アダプター、ジャック。これヘッドフォン用ですね。がついてるだけで、だからこの2つしかないから、1つで電源取ったらもう1つで終わっちゃうんですよね。で、そうなってくると、自分の場合そのライブ配信やるときに、電源が取れなくなるんですよ。カメラとかにつなぐとね、カメラつないだりとか、マイクつないだりとか、
あとスマホつないでそのテザリングしてネット使ったりとかもするんで、そうなってくると、やっぱりこのアダプターが必要で、まあそうなったところでこれ2つだから結局3つなんだけど、ただこれがいいのは、これちゃんと 100W のパワーアダプターインプットっていうのと、かなり高速の、USB-C。だからこれと同等のレベルで使えるものがついてます。電源含めながら。だから電圧がなるべく落ちにくいってのが、このベルキンの。で、これもApple Store に売られてるもので、だから純正がいわゆる推奨しているものではあるんで、意外とね、結構値段したんですけど、7000円ぐらいしたかな。こんなアダプターのくせに。作ってる人には申し訳ないけど。でもやっぱね、いいですね。これ買ってよかった。これ買ったことで、SSD も使えるし、で、やっぱり、ライブですね、一番はね。カメラつないで、で、テザリングしながら、で、電源も取れるっていう。うん。電源でしょ。で、カメラつないでテザリングだね。そうだね。だから3つ必ず必要になるんですよね、やっぱね。そんな感じです。買い物チャレンジは、ここでちょっと失敗みたいな感じになりましたけど、でもね、ここで終わりじゃなくて、またここから再開です。だから2月。ね、2月まだありますけど、少し。その中で、買わない。もうこれだけで終わりにしようかなと思ってます。なんかね、いろいろ出てきてる。本当に欲しいものは。これ買うべきなんじゃないかなっていうものは出てきてます。でもなんとか、もうこれを買ったので、かなりいい投資をしたなと思ってます。ものすごく作業環境をアップして、もっとね、皆さんに動画作ったり、文章を書いたり、お届けできるかなと思いますので、このセットアップで今年はやっていきたいと思います。もう手放さないかな。これもスタンダードなアイテムにしたいですね。やっぱりもう体壊しちゃね、元も子もないんで、体大事ですね。もうなんか今頃かよっていう感じしますけど、今頃かよって感じだけどなかなか学ばないですね。学ばないからずっとそういうことを繰り返して僕は生きてます。はい。また月末に最終結果報告しますので、皆様も何か買ったものはまだいいや。あれだ。作業環境。作業環境についてコメントください。どういう感じで作業してるか。ラップトップなのか、やっぱりデスクトップのが結局いいのか、それと持ち運びのバランスをどう取ってるのか、あるいはこういうスタンドとかでもっといいものがあるのか、とかね。ぜひコメントで教えてください。健康には気をつけていきましょう。また。